ローザを救出するにはバロンに行く必要があった。セシルたちがミシディアに戻った時、長老がセシルの剣にミシディアに伝わる言い伝えと同じことが書かれているのを発見した。竜の口より生まれし者、天高く舞い上がり闇と光を掲げ、眠りの地にさらなる約束をもたらさん。月は果てしなき光に包まれ、母なる大地に大いなる恵みと慈悲を与えん。セシルが出発しようとした時、長老はこいつの力になれって言ったじゃないか。お許しを。そう言ってパロムとポロムも引き続き同行することになった。セシルたちはデビルロードを通りバロンへとたどり着いた。そこで記憶喪失となっていたヤンと再会する。正気を取り戻したヤンが持っていた鍵を使ってバロン城に潜入することができた。バロン城に潜入したセシルたちはそこで近衛兵長ベーガンに出会った。しかしそれは魔物がすり替わった姿だった。ベーガンを倒しバロン王に会ったが、バロン王もまたゴルベーザ四天王、水のカイナッツ王がなりすましていたのだった。そう、本当のバロン王はすでに殺されてしまっていたのだ。カイナッツを倒し飛空帝義士のシドと合流できたが、セシルたちは罠にはまり迫る壁に押しつぶされそうになってしまう。パロムとポロムはお互いに目を見合わせ決意の表情を浮かべた。アンちゃん、ありがとよ。お兄様ができたみたいで嬉しかったですわ。そう言ってパロムとポロムは迫る壁を止めるため自らに石化魔法ブレイクを唱えた。テラは石化を解除しようとエスナを唱えたが、自らの意志で石となった彼らの石化を解除することはできなかった。女だけの城。セシルたちはシドの飛空艇エンタープライズに乗り込み空へと飛び立った。そんな彼らの前に一隻の飛空艇が現れ、中からカインが姿を見せた。ローザの命が惜しければトロイアの土のクリスタルと引き換えだと冷たく言い放ち去っていった。トロイアは美しい森と水の国で、その城は女性たちだけで守られていた。彼らはトロイアへと急行した。しかし彼らが到着した時、土のクリスタルはすでにダークエルフに奪われていた。セシルたちは磁力の洞窟へ向かったが、鉄製の武具が使えず苦戦を強いられる。そこへトロイアで演奏するギルバートのハープの音色が響き、ダークエルフの力を打ち消し始めた。セシルたちは再び立ち上がった。激しい戦闘の末、ダークエルフを倒し土のクリスタルを奪還した。命のすべてを魔力に。捕らえられたローザを救うためにはクリスタルが必要だった。土のクリスタルを手に入れたセシルたちのもとに再びカインが現れた。セシルたちはカインに導かれるままゾットの塔へと向かった。塔の内部は複雑で不気味な空間が広がっており、セシルたちは進むごとに数々の魔物と戦い、ついに塔の最上階へとたどり着いた。クリスタルをゴルベーザに渡しローザを解放するよう要求したが、ローザは帰ってこなかった。テラはゴルベーザを睨みつけ、激しい怒りと悲しみに満ちた声で叫んだ。テラは命の全てを魔力に変え、伝説の魔法メテオを放った。凄まじいエネルギーがゴルベーザを襲ったが倒しきれず、クリスタルを持ち去られてしまった。テラは全ての魔力を使い切り、その場に倒れ込んだ。セシルたちは駆け寄り必死に呼びかけたが、テラの命の灯火はすでに尽きていた。メテオの衝撃が収まり静寂が訪れた時、カインの瞳に宿っていた狂気は消えていた。ローザを好きだった気持ちをゴルベーザに利用された。カインは罪悪感に苛まれながらセシルに心の内を明かした。そして彼らは囚われていたローザを救出した。あなたが来てくれると信じていたわ。君がいなくなって分かったよ。二人は再会を喜び合った。しかし喜びもつかの間、ゴルベーザ四天王の一人、風のバルバリシアが現れ、カイン、お前も寝返ったようにと霊障を浮かべて言い放った。寝返ったのではなく正気に戻ったと言ってもらおうか。カインの目には再び勇気が宿っていた。バルバリシアとの戦いが始まった。彼女の守りは堅牢だった。カインの槍が風を切り裂く。カインは全ての力を込めて槍を振り下ろし、バルバリシアは叫びを上げ消滅した。
再開。セシルたちはゴルベーザに全てのクリスタルを奪われたと思っていたが、実は闇のクリスタルがまだ存在していた。ゴルベーザの野望を阻止するため、彼らは闇のクリスタルがある地底世界へと向かった。地底に到着すると、目の前で赤い翼とドワーフの戦車隊が激しく戦っていた。その戦闘に巻き込まれ、飛空艇は制御を失い墜落してしまう。その先で彼らを迎えてくれたのはドワーフたちだった。地底には4つのクリスタルが存在していたが、そのうち2つはすでにゴルベーザの手に渡っていた。セシルたちは残るクリスタルを守るため、ドワーフたちと協力することにした。赤い翼に対抗するため、シドは飛空艇の強化作業に取り掛かった。その間、セシルたちは警戒していたが、ゴルベーザの配下であるカルコブリーナに侵入を許してしまう。セシルたちがカルコブリーナを倒した時、クリスタルルームにゴルベーザが姿を現した。クリスタルルームに現れたゴルベーザは8つのクリスタルを集め、月への道バブイルの塔を復活させることが狙いだと語った。セシルたちはゴルベーザに挑んだが、ゴルベーザが召喚した黒竜に敗北し、絶体絶命の危機に陥っていた。ここまでかとセシルがつぶやいたその時、突然霧が立ち込めてミストドラゴンが現れ、黒竜を瞬く間に消滅させた。驚くセシルたちの前に一人の女性が現れた。彼女はかつての仲間リディアだった。しかし彼女は以前の少女の姿ではなく、成長し大人になっていた。リヴァイアさんに襲われた後、限界へと連れて行かれたの。そこでは時間の流れが違うから。彼女の言葉に驚きを隠せないセシルたちだったが、リディアの加勢によりゴルベーザを退けることができた。しかしゴルベーザは片腕になりながらも7つ目のクリスタルを持ち去ってしまった。というわけで FF4 の AI 動画のリディアとの再会までをお届けした。まだまだ続くのだ。この後はドラクエ3の AI 動画を作っていく予定だ。あとはリメイクが予定されているロマサガ2も作りたいのだ。報告が遅くなったが YouTube から銀の盾が届いた。ここまで来れたのも皆さんのおかげなのだ。これからもいろんな動画を作っていくから、ご視聴よろしく頼むのだ。この動画へのご意見や他にこんな作品が見たいというものがあれば、ぜひコメント欄で教えてほしい。それではここまでご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。さようなら。